いい時計とは何か。それは時計好きにとって永遠の、そして究極のテーマ。ある意味、時計界におけるフェルマーの最終定理と言ってもいいのではないでしょうか。今回はそんな難問に正面から切り込んでいきます。そんな回でございます。それで、なんでそんな話をしようかと思ったかというとですね、この前 X を徘徊していたら、クロノスの広田編集長のポストに目が留まりましてね、それが、いい時計とは何かを聞かれることがある。その時はこれ読んでくださいと伝えているってものだったんですね。で、気になって見てみましたよ、その記事。GQ ジャパンのものなんですけどね、どんな内容かというと、握り寿司の魅力は時計に同じってことらしいんです。いい時計とはいい握り寿司みたいなもんと。ほう。どういうこと詳しく教えてもらいましょう。握り寿司と時計で大事なのは常にパッケージングであると。ネタだけあるいはシャリだけが良くても決して寿司にはならないというのがミソだ。大事なのはネタでもシャリでもなく、あくまで全体なのだ。つまりネタとシャリのバランスが良く調和が取れているといいお寿司だってことですね。じゃあこれを時計に置き換えると、外装またはムーブメントのどちらかがいいものに関心はするし面白いと思うが、喜んでお金を払う気にはなれない。これは非常に共感しましたね。高級時計の魅力って外装だったりムーブメントの美しさだったりするので、その両方が噛み合ってるっていうのは確かにいい時計ですよね。ただですね、広田編集長は安くてもバランスがいいものはいいっていう感じでしたけど、私はどちらかというと、どうせ買うならどっちも自分が納得できるものがいいと思ってしまいましたね。私自身時計をたくさん持てるわけではないので、いい時計とはという中でもさらに厳選して買うことが前提ならばっていう形なんですけどね。じゃあそんなこと言ってっけど、具体的にいい時計の例を知りてえよってなってると思うんで、その話をしていきますね。で、広田編集長は何と言ってるかというとですね、適度に使い込んだパテックフィリップのカラトラバだろうかって。それでその心は、使ってケースやストラップがクタクタになるとえも言われぬまとまりが出てくる。最初からクタクタだと様にならない。もともとキリッとした造形を持つカラトラバだからこそこなれた感じが映えるだそうで、これも納得しちゃって、私はこなれた感じというのがすごく好きで、カチッとしたかなりきれいめの時計が少し丸くなった時、その少しの隙みたいなところにすごく色気を感じるんですね。例えるのなら男性のワイシャツとネクタイ、ビシッと着ているのもかっこいいんですが、ちょっとネクタイを緩める瞬間ね、この崩しがたまらなくセクシーですよね。そのカチッとした感じと崩しの調和なんです。それと似ていると思います。あとは年齢が上がっていった時に着用する新品あるいは同様の腕時計、これなんですけどね、悪くないんですけど、私はそういう大人の方は時計を通じてその人の歴史というか奥行きを感じる。そんな時計をつけているのがかっこいいと思うんですよね。使い込んでその人の一部になっているようなね、そういう意味のこなれ感も必要だと思うし、それが魅力になっているように感じますね。それからですね、あとは広田編集長はこんなことも書いていて、かといって初めから全体を意識すると出来上がりはつまらなくなるだそうで、お気に入った時計もよろしくないと。なんと言いますか、ちょっと尖っている、あるいは新しい角度の時計を提案してくれるみたいなのもいいですよね。で、じゃあ次にですね、ここまでの内容を踏まえまして、私にとってそういうバランスがいい時計とはっていうのはどのモデルなのかっていうことを考えました。結論、ロイヤルオークのエクシンですね。しかも先代のやつ。これですよ。このモデルを否定できる人はいないんじゃないですかね。っていうぐらいの傑作ですよ、これは。デザインはジェラルド・ジェンタ。しかもラグスポの元祖という背景もあり、外装のクオリティは言わずもがなで、ムーブメントはジャガールクルトのキャリバー920ベースの薄型自動巻きの名機で、何がいいって初代ロイヤルオークと同じムーブメントなわけですよ。もう最高、これ以上はないんじゃないかっていうくらいのモデルですね。ただね、残念ながら現行のエクシンはムーブメントが変わっちゃいましたからね。
いや、そもそも最近はもういろんな意味で買えなくなっちゃってますし、なんかこれをあげるのもどうかなという思いはするんですけど、いや、そうは言ってもまず真っ先に思いついちゃったので、という感じで、これが私が考える最高峰ではないかと思うわけです。はい。で、ロイヤルオークって言っちゃうとちょっとってなっちゃうので、もう少しリアリティあるモデルって何かなって考えました。結論その2。いや、これね、ジャガールクルトのレベル層になっちゃうんですよね。クラシックかトリビューとかは好みの問題になるんですけど、いずれにしてもアールデコの雰囲気を感じる両デザインで、ムーブメントも機械式全盛期の雰囲気を感じる手巻き。これなんすよね。調和っていう意味では四角いケースにあった四角いムーブメントが積まれているっていうところもポイント高いですね。手巻きってところも個人的には好きですね。はい。それからですね、あとはめちゃくちゃベタなところに行ってみますと、いや、もうベタ中のベタなんですけど、ロレックスのスポーツモデル、これもまさにっていう感じじゃないでしょうか。ちなみに私は F1 が好きなんですけれども、ロレックスのスポーツモデルって中も外も実用性に振り切ったスペックで、一貫したコンセプトがあってバランスの取れた時計だと思うんです。いや、だからこそこの人気なのかなとも思いますね。いや、あまりにもベタすぎてちょっとロレックスから距離を置く期間あると思うんです。いや、でも一周回って結局ロレックスいいなってなっちゃうんですよね。そういうの経験するといい時計なんだなってすごく感じますね。はい。あとはここまでとちょっと違う角度のいい時計って話なんですけど、新興メーカーの最初のプロダクトにはえも言われぬ勢いがあるとも広田編集長は言ってるんですね。で、そういう面を踏まえて新興メーカーでって考えた時に私が思いついたものなんですけど、ランゲ&ゾーネ。いや、ルーツをたどれば歴史のあるブランドではあるんですが、1994年に復活第1弾として4つのモデルが発表されましたよね。そのうちの1つが今もブランドのアイコンにもなっているランゲワン。私ランゲワンがすごく好きなんですけど、ランゲ&ゾーネの復活っていう意味では新興メーカーの最初のプロダクトと言えますよね。このランゲワン、デザインを見てもアシンメトリーですごく挑戦的なモデルだと思うんです。なんですけど、今では広く愛されるモデルになっていて、それっていうのもランゲ復活っていうすごく勢いのある時期に生まれたからっていうことなんだろうと、そう思いましたね。はい。それからショパールの初代 LUC1860 も同じような感じで好きなんですよね。自社製のムーブメント、それも他のブランドに劣らない最高峰のものを作ろうという勢いですね。そういうものが感じられるいい時計なんですよ。2023年に復刻されてすごい話題になりましたけど、それもこれも初代が偉大だからというわけで、こちらも紛れもない名機だと思いますね。はい。新興ブランドのと言いましたけど、復活した時のとかでちょっと違うかもしれませんが、私はその辺がいいなと思うんですよね。いや、変な話、そういう新興系の勢いのあるやつ見つけられたらなーなんていつも思うんですけどね。いや、今だとどの辺になるんでしょうかね。どうしても独立系にはなりそうですが、いずれにしても話題になる前に見つけるのはなかなか難しいですよね。はい。という感じなんですけれども、なんか結局自分の好きな時計をただただ羅列するみたいなことになってしまいましたね。とはいえどれもすごくいい時計なんで、今回は割とお高めの時計を選んじゃいましたけど、いつかは手に入れたいななんて思いますね。はい。それでは今日はこの辺で、あちちのちだね、ニコ。いやー、だいぶ久しぶりの更新になってしまいまして、これは非常に申し訳ない。ただ暗いことばっか言っててもしょうがないというわけでね、ちょっと楽しい話をしたいんですけれども、本編ではお高めの時計の話をしたんで、買いやすい時計の話を軽めにしたいんですけど、タイメックスとノアのコラボモデルなんですけど、灯台が書かれているやつですね。いや、あれがね、なかなかおしゃれだと思ってちょっと触れてみることにしちゃったんですけど、見た目的にね、はっきり言っちゃいますけど、パテックフィリップのゴールデンイリプス感がありますしね。時間は見にくそうではあるんですけど、おしゃれだなと思って、変な話、動画作ろうかなと思ったんですけど、よくよく見たらですね、受注期間が6月13日ってあって間に合わず、じゃあパーってなっちゃって、結局暗い話じゃねえか。
以上です。